雑談です。最終回です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、あれですわ、打ち合わせがありまして出かけたのはいいんですが、てっきりね、完全に遅刻だと思って、30分ぐらい遅刻だと思って急いで行ったら、時間を2時間間違えてまして早く着きすぎて1時間半ぐらい早く着いちゃったんで、しょうがねえなっつって、近くのマクドナルドでね、月見バーガーをね食べておりましたわ。それともう一つ、ずっとねこう本当に難産だったロゴをずっとやってたんですか、あるもののロゴをねやってたんですけど、それがやっと OK が出まして、まあ2点3点しましたけども、いいものができましたので、これはねちょっと今までにないってことはないですけど、お楽しみにしてください。こう公に言えるようになったらね、ガンガン宣伝したいと思います。そんなことをやってで帰ってきて、あれですよ、プロミスシンデレラのね見ましたですわね。見ました、プロミスシンデレラ。昨日はもういよいよ最終回ってことで、たまたまってことはないですけど、テレビの前に いたんでね、いつもはパラビで見逃し配信を見てるんで、パラビじゃ TVer でね見てるんですが、リアルタイムで見ながら生配信をしながら、誰も聞いてないことをいいことにね、誰も聞いてないから好き放題喋るってことをやっておりましたが、いや面白かったというか、大方の予想の通りね、そうなったかと思いましたけども、まあ結論から言うと、一星君と早見さんがね、結ばれるという、でもそうですね、感じで、俺が18になったら結婚しようっつって終わるんですけど、僕が予想してた通り家出てきましたよね。だから予想は半分当たった。僕のは17なんで、一星君が5年後なり10年後なり、何年後かにそれでも好きでいたら結婚しようみたいな感じで、早見さんの方から言うのかなと思ってたんですけど、一星君の方からねこう言ってましたね。脚本ではこれね、どうしようというね、どっちから言い出すんだろうっていうのは相当各段階で悩んだというか、どっちがね、こうハリウッド方式で多数決で決めてるかもしれませんけどね。僕は早めさんから言ってほしかったな、それは。と思いながら見ておりましたが、いろいろ中でね起こった、このドラマの中で起こった細かいところをつついていくと、冒頭ね、最終話じゃないけど、9話の時にスタンガンでやられちゃったわけじゃないですか。拉致されて、一星君が、ゴートン君がで、神社の境内でね、こうあれは社務所だか倉庫だかの方にこう引っ張られていくんですけど、冒頭でね、ゴート君170、80ぐらいあるでしょ、もっとあるのかな、でかいあれをスタンガンでね気失ってる人間を引きずるってね、あれだから180あったとして70キロか60、70キロぐらいあるわけでしょ。それをこうズルズルと引きずっていくってなかなかしかもヘビ女一人でね、それはなかなか大変な作業ですよ。っていうのを見ながらね、これはなかなか一人で引きずっていくのは大変だぞと。で気ついてからもこう監禁してね縛ってるところが、ちょうど日曜日に見てたドラマ僕の
殺意が恋をするでね、縛られてるシーンのロープが不自然だと。今時あんなロープで本当に This is the rope であんな縛り方しててもあんなロープってね、意外にあれ抜けやすいですからね、ロープはおかしいなと思ってね見てたら、プロミスシンデレラの縛ってるやつはビニールテープでねぐるぐる巻きにして、ビニールテープというかテープでぐるぐる巻きにしてて、それが正解ですよ。あれ本当あれでぐるぐる巻きにされたらもう身動き取れませんからね。そういうところは見習っていつ使うんだっていうね、行こうかなと思いながら見ておりましたが、ビニールテープが正解でね、ちゃんと画面の奥にねロープも見切れてたんですけど、それを使ってないっていうのがヘビ女のすごいところですよ。で気ついてからね、こう LINE でね、今日友達の家に泊まってきますみたいな LINE をゴートンくんのね、スマホからやるんですけど、でそれを見た早めさんがね、なんかおかしいぞって気づく素振りがあるんですけど、それ人の LINE をね勝手に送るときはもう事前にというかね、どういう文章をこの人は書いてるんだろうっていうそのね文脈というか文体を模写しなくちゃそれはバレますよ。あれおかしいな、いつもと違うなって、それは気がつかれますよ。なんであれは迂闊ですよね。そのヘビ女が迂闊だったところで、ゴートンが気がついてからこうスタンガンで脅すシーンがあるんですけど、あのシーンでね、ヘビ女にスタンガンでねいじめられたいこれはヘビ女にねこう馬乗りになってねスタンガンでこう脅されたいね。脅されたい。もうカッチカチやぞ。それこそ本当にね、そんなことされたら俺カッチカチやぞやで本当に思いながら見ておりましたが、でさらわれたというかね、犯人はもう薄々というかね気がついておって、あいつが悪いことやってんだろうってんで、みんなにやってたかってこうね、こう追求されてというかね、すぐに足がついて助け出されて、それがねもう20分台ぐらい、25分とかねの時にはもうそれ一見落着しちゃうんですよね。でヘビ女がどうなったかって言ったら元旦那とねくっつくんですよ。それもなかなかヘビ女はいいとして、旦那がねそれを許すということは相当ヘビ女のねあれが良かったんだろうなってね、そうじゃなきゃ考えられない展開だというね。あれだけ騙されててもそれでもいいと思っちゃうぐらいね良かったんだろうなとか思いながら見ておりましたが、でこう今度はあれですよ、聖子さんがねこう結局こう何も実らずにね、ただただいい人というかね、10年間もそうね初恋が実らないみたいなところはありますけども、10年間も思い続けていて結局振られてね、いいとこなすですよ本当にね、麻婆のナス炒めですわ本当に。そんな感じで終わっちゃって、で結局早めさんはやっぱりもうね借金もチャラになって、いつまでもお世話になれないし、このまま一緒に家に住んでるのもあれだからっつって出ていく覚悟を決めるんですけども、それは本当に予想通りやっぱり出ていったかと思いながら、引っ越して、でも職場は変わんないんでそんなにこう悲しいね引っ越しのシーンが悲しいわけじゃない。また旅館に行ったら会えるのに何をあんなに悲観的になってんだというようなね感じがしましたけど、それはプレゼントを渡すっつって自分の給料でバイト代で買った靴をプレゼントするっつって、でも引っ越す日が給料日前なんでそれで焦ってたんですよね。ところが聖子さんが給料前借り副社長の権限で前借りさせてやるぞっつって渡すって言って、それが川っぺりのね河原のところでやるんですよね。それもなかなかですけどもね。で靴買って渡すんですが、サイズがでかいというねオチがついて、で河原のところで
こう俺が18になったら結婚してくれっつってめでたしになるんですけども、まあいろいろね始まって、最初本当にゴートン君が一星君がねなかなかのこれ嫌な感じだなと思って見ておりましたが、3話目4話目ぐらいからねぐぐっと人間味を出してきたあたりねからちょうど6話の放送直前ぐらいに千葉真一さんが亡くなってからは世間的な見る目もぐっと変わったし、このドラマの中でもね急成長したのが本当に手に取るように分かりました。僕もずっと見ていて、あれなんかねゴートン君雰囲気変わったなというのがあったんでね、なかなか面白かったですね。あとサイコロか、最後にねサイコロ振ってサイコロで決めないっつって、付き合うか付き合わないかはつってサイコロをね早めさんがボーンって掘り投げて、どっちの目がどうなんだよって言ってる間に寄贈して終わるというね。都合昨日その生をで見ながらね喋ってて、このドラマの中で一体じゃあ何回サイコロを振ったんだとね、ずっと見てましたけど、サイコロ振った記憶って 2,3 回しかないんですよね結局。なんであまり、タイトルの中黒をサイコロにしてますけどね、あまりねそこでもそんなに拾い上げることでもないかとか思いながらも見ておりましたが、なんかクイズ作るんだったらねプロミスシンデレラで、サイコロは何回振られたでしょう、それから出た目の合計はいくつでしょうね、そういうクイズを作ったらね盛り上がるって俺も覚えてないのに盛り上がるかっていうね、なんていうのを思って見ておりましたが、最終回ね大方の予想通りというか出ていって結ばれたんだなっていう感じでよかったんじゃないですか。ただ本当にもうね毎週二階堂ふみさんが見れなくなると残念だなって思ったら、もうね次からはねまた今度違うドラマが始まるでしょ。だからもう別にいいんですよ本当にどうでもいいというかねどうでもいいことしか言ってないんでね、とか思いながら、しかし良かったですね。楽しかったですわ。特にヘビ女ね、いや本当にヘビ女にスタンガン食らいてえよって、それが一番の感想だな。良かった本当に。ヘビ女ね、ああいうのに弱いんだなって思いましたよね。はい、そんな感じでヘビ女の感想しか言ってないが、そんなところでした。はい。コントヘビ女、ちょうど時間とそうなるわな。コントヘビ女っていいな。ヘビ女って響きが好きなんだわ俺ね。いいわヘビ女、本当におったら嫌ですけどね。とか思いながら見ておりました。ぜひねまたいろんなドラマねもう最終回になってきますから、時間が合えば最終回の放送を見ながらね、またこうね言っちゃいけないことしか言わないようなこと配信をやりたいなと思いました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。